여러분, 안녕하세요. 재미코리아 한국어 교실입니다. 今回は漢字で学ぶ韓国語をご紹介いたします。突然ですが皆さん、韓国も昔漢字が使われてたって知ってましたか？その昔、日本と同様中国から漢字が伝わり、日本よりもはるか昔、紀元前2世紀頃から朝鮮半島では漢字が使われていたそうです。一方日本は5、6世紀、古墳時代から漢字が使われ始めたそうです。今回ご紹介する漢字は、花です。日本特有の読み方、訓読みは、花というのに対し、朝鮮固有の単語、固有語は、語と言います。一方、中国の漢字に基づく日本語の音読みは、かに対し、韓国語の漢字語は、ファと言います。か、ファで学習していきましょう。では、花の漢字が入った単語を考えてみましょう。花草、花壇、開花、増加などの単語があります。花の漢字の韓国語はファなので、あとは残りの漢字の韓国語がわかれば単語を完成させることができます。仮想の層の漢字は超なので、仮想はファチョとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。ファチョ、ファチョ、ファチョ。そして、花壇の壇の漢字は、壇なので、花壇は、花壇となります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。花壇、花壇、花壇。そして、開花の開の漢字は、ゲなので、開花は、ゲファとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。ゲファ、ゲファ、ゲファ。そして、増加の増の漢字は、増なので、増加は、ジョファとなります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。ジョファ、ジョファ、ジョファ。中級以上の方はしりとり、群馬リッキーをやってみましょう。最初、日本語の漢字でしりとりを考えます。花草、草原、原因、因果、加藤、糖分と考えたとします。漢字が同じであれば、韓国語も同じなので、該当する韓国語を当てはめていきましょう。ファチョ、チョワン、ワニン、イングワ、ワダン、タンブン。このように日本人の特性を生かして芋づる式に単語を増やしましょう。今回のレッスンはここまで。
最後にいいねとチャンネル登録を。잘 부탁드립니다。チェミコリアン韓国語教室でした。